はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KB イヤー KB02 です。イージーイヤフォンズさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。KB02 ってことは KB01 の後継モデルってことでしょうね。でも、ドライバー構成が変わったのよ。KB イヤー初の骨伝導ユニットが乗ってるの。へえ。KB01 は結構評判が良く、過去にレビューもしてる。小ぶりで価格の割にいいなりしてるって印象だった。愛用してる人も多いんじゃないかな。価格は5000円台で空張りは3色。KB01 と比べると少し値上がりしてるけど骨伝導ユニットも追加になってるし、これぐらいは許容範囲でしょうね。KB01 が小ぶりだったこともあるけど KB02 の外観は大きく見えるわ。でも測ってみるとそんなことなくて一般的なサイズなのよね。片側 5.3g と軽め。先進的な 3D プリント樹脂技術がすごいのか仕上がりがとても綺麗。手元にはブラウンがあるんだけどブルーもパープルも良さそうね。KB01 は 1DB で 10mm ベリリウムメッキ振動板が乗ってた。KB02 もそこは同じ。そして今回 KB イヤー初の骨伝導ユニットが搭載された。一時期骨伝導ユニット搭載モデルがちらほら出てきてトレンドになっていくのかと思ってたんだけど全然流行らなかったみたいだね。やっぱり導入コストとか効果とか調整が難しいんでしょうかね。1万円以下だと DD モデルに磨きをかけたものが増えたかな。ドライバー構成をシンプルにしコストを抑え利益を出すのがトレンドのようにも見える。そんな中今更骨伝導ってちょっと思ってたんだけど聞いてみると正直これはいい。この価格で入手できるというのもいい。視聴の第一印象の段階で KB01 とのなりの違いがはっきり分かって想定以上だった。詳しくは後ほど触れるけど単に骨伝導ユニットだけがいいわけじゃないと思う。では波形をチェックしていきましょう。バンドルイヤーチップは3種類あったんですが1つは同音感にうまく収まらずちゃんと測定できなかったので2種類のみの表示になります。音収録はベルベットなんだね。2種類のバンドルイヤーチップの中間の出方じゃないみたいだけどマイイヤーチップを重ねるとファイナル E 以外はバンドル品より6から7キロあたりが出てるね。バンドル品が割と内径が絞ってあるためだと思う。ベルベットを選んだのは聞いてみた結果なんだ。そっかー、了解。なんか 200Hz 近辺に波形の乱れみたいなのがありますけど乱れてるものと影響のないものがあるね。乱れの大きい TAPB で主張すると音以外での振動がベルベットよりあるような気がする。密閉度が上がれば振動が伝わりやすいってもんでもないみたいで全然乱れていないイヤーチップもある。これ骨伝導ユニットの影響なんじゃないかなぁと勝手に思ってる。あと無再生時にボディを軽く叩くと内部で何かが振動するんだよね。これが骨伝導ユニットかどうかはわからないけど他のモデルにはない反応なんだよな。どれどれ。あらほんと面白いね。サウンドチェックはシンプルに KB01 との比較でいいですかね。そのつもり。波形比較はこんな感じ。あらそっくりじゃん。でも聞いた感じは結構違うよね。そのあたりを把握してもらおうと思うよ。音調整の基準は KB02。ケーブルは KB イヤー ST12 4.4mm を使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。KB01 の低域が少し軽く、高域が目立つ。主な違いはそんなところでしょうか。サウンドステージを除いた部分ではおおむねそんな感じだろうね。ってことは、サウンドステージにも違いがあるのね。そうだね。ここの違いも大きいと思う。それから装着せず手で持ってちょっと音量を大きめで再生すると振動してるのが分かったよ。KB01 では同じ条件でも振動してる気配はなかったんで、やっぱり骨伝導ユニットの効果は大きいんだろうなぁと実感。じゃあ、聞いた印象、よろしくね。視聴環境はこれね。まず最初に聞いた時、空間が広いなぁと感じ、KB01 とほとんど同じ波形なのに KB01 でちょっと足りなかった低域がしっかりプラスされていた。バランスだけで考えれば少し低域寄りにも思えるんだけど、音量以外のプラスアルファを感じ、これが骨伝導ユニットの進化なんだろう。アタックの圧を感じ、ベースラインも細かい部分が聞き取れる。さらに音量的に他の帯域に被っているような感じでも別レイヤーで鳴っているような聞こえ方なので、両方の帯域が共存できていると思えた。単純に低域の量感があるってわけじゃないのね。そう思うよ。低域系はフロアタム、スネアなど言うまでもなくいいし、定位もよくわかる。これは空間に余裕がある鳴り方をするからだと思う。ボーカル、メロディー系はここの山が割とはっきりしてるんでしっかり出てくるね。普通なら少し出過ぎに感じるかもしれないけど、低域の圧が結構あるからそこでバランスが取れてる。高域はハイハット、シンバル系が思ったより前に来ないんで、刻みのチキチキ感が目立つこともなく、クラッシュシンバルでかき消されるようなこともない。KB01 に比べるとおとなしめではあるんで、KB01 の高域が気に入っている人には物足りないかもしれない。微妙な点がないんですか？単体で聴いてる分には特にないけど、ちょうどナイス HCK、NX8 とか QEERS、クインテッドなどと同時期に主張していたので、中高域以上の緻密な表現ではかなわないかというところはあるかな。まあ価格帯も全然違うし、比べるのはかわいそうだけどね。でも広がりや奥行き感に関しては引けを取らず、むしろ KB02 の方が広く深い感じさえする。KB01 も良かったし、入手した人の感想もいいみたいだけど、低域、広がり、奥行き、外観で KB02 は間違いなく進化していて、6000円ぐらいのモデルの仕上がりとしてはすごくいいと思う。いや、お値段以上なんじゃないかな。外観も綺麗な仕上げになっていて、どの色買おうか迷っちゃいますが、買うのは確定です。だよね。低域好きな人やサウンドステージが広いのが好きな人におすすめだし、それ以外の人にもおすすめしたいモデルだね。はい。ということで、KBER 初の骨伝導ユニット搭載ハイブリッドモデル、KB02 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。